こんにちは、メダカのうちのあよです。今回はですね、スミプランツの紹介と日本のスミの紹介としていろいろなプランツを紹介する動画を配信します。そもそもスミプランツはこんな風にメダカの飼育水につけて水の浄化に役立つものとして開発しました。一番初めに2年前ですね、スミプランツを作ったものです。でこれはゴムの木のフィカスを小さな炭に植えたんですけど、2年前なのにこんなに小さいままを維持しています。で時々こう根が出たり、これかなり大きくなってたものをこの辺りで切ってまたゆっくりした成長を楽しんで、ちょっと遊びでここら辺をワイヤーなので曲げて、ゴムの木なのでね曲がりやすいので、これはこういう可愛らしい炭の形を維持しています。日本の炭は外国と違ってお茶文化と同じ歴史をたどっているので、見て楽しむっていう炭をめでるっていう文化が浸透してまして、なかなか海外ではこういう炭を作ることがないんですよね。で地元のおじいちゃんたちの作ったすごい素敵な炭をこのように穴を開けて、見えますかね、穴見えるかな、穴を開けてこの中に根を洗った植物の根を洗った炭、植物の洗った根をここを詰めて、もう炭を入れて炭だけで作られているスミプランツが特徴です。植物によってなかなか根が張らなかったりするものもあるんですけど、だいたいこういうふうに水をよく飲む植物が向いていますね。こういうホヤは乾燥を好むので、時々このように外に出して、こういうふうに乾燥しながらインテリアとしてまた楽しめます。いろんなスタイルが楽しめるスミプランツをこれからじっくり紹介をしようと思います。今日はいろんな種類の植物を紹介しようと思って用意したんですけど、こちらはカポックですね。こういうふうにカポックはちょっと曲がってくねくねっと曲がった形に成長するので、こういうふうにこれは壁掛けとして利用してるんですけど、このようにまた水の浄化に役立ちながらもその栄養分を吸って成長します。他にカポックはこちらに小さい米高水槽なんですけど、このような形でね、また可愛らしい形を維持して大きくなります。で私の一番好きな植物はホヤですね。ホヤはこのつる性で垂れ下がって楽しめる植物です。でまたその乾燥が大丈夫なので、このようにも受け皿なしでも全然綺麗な形を楽しめるので、冬場はほぼあまり水を飲まないので、水から引き上げて乾燥気味に育てるのがいいですね。今はまだ成長してる段階、9月ですから成長してる段階なので、たっぷり水をあげて冬に備えてちょっと乾燥気味にあとは育てます。あと水をよく飲むまたものとして、このシルクジャスミンですね。もうちょっと賑やかな感じがいいんですけど、今手元にあるのがちっちゃい小ぶりなものしかないけど、またこれは小さい葉っぱが可
愛らしいのが特徴で、インテリアにとても向いてますね。これは常に今は水を切らさないように育てた方がいい植物です。で、あと羅漢巻ですね。羅漢巻はどこにあるのかな。羅漢巻はこちらメダカ水槽によく使ってるんですけど、こちらですね。見えるかな。こちらが羅漢巻です。これはね、日本の垣根によく使われてるものなんですけど、こういう形でまた楽しむと可愛らしいメダカ水槽に、メダカ見えるかな、メダカ水槽にぴったりの日本的な植物ですね、羅漢巻。で、あとフィカスはね、フィカスは一番初めに私たちがスミプランツとして誕生させたものなんですけど、こちらのフィカスですね。フィカスしっかり根を張るので、だんだん幹が太くなる感じが分かりますかね。ここが太くなってる。あと根が順調に育つと下から根が出てくるんですけど、根はこう出てきたらプチッと取って育てると、また成長を抑え気味にしながら育てることができます。今日説明するのがフィレデンドロンですね。フィレデンドロンはよくね、ネット販売でも人気なので手元にちょっとなかったりするんですけど、今はちょっと大きめの隅に植えてるこのフィレデンドロンです。この葉っぱの形がとてもおしゃれで艶があって、すごいおしゃれな植物ですね。これも水をよく飲むんですけど、ずっと水槽に入れてるとちょっとねグラスされしちゃうので、時々こう出してちょっと炭が乾燥したらまたドボンとつけて水の浄化によく使います。でもすごく夏場は水をよく飲むのでね、冬場はちょっと乾燥気味に育てるのが特徴です。いろいろあるんですけどね、あとコーヒーの木もまた水をよく飲むので、うちコーヒーの木が大きいコーヒーの木を育ててるんですけど、すごい水切れをするので、これは水に浸した方がいい植物の一つだと思います。また今度うちの大きいコーヒーの木を炭に植えたら、またホームページか YouTube とかで公開しようと思います。はい、いろいろ他はどんな植物を、ペペロミアか、あとペペロミアもこんな風に壁掛けでねおしゃれに育てる。ペペロミア水にずっとつけてると水を蓄えるタイプは根腐れしてしまいますので、これもまたこういう風に壁掛けとしておしゃれに楽しめますね。時々お水から出してあげてね、乾燥させることも大切ですので、特にこれから寒くなる冬場は水を吸わないので、観賞用植物はだから水から引き上げて乾燥させて様子を見ながらまたちょっと水をあげてる、ちょうどいい感じになりますね。はい、こちらの大きい植物はオーガスタですね。こんな大きな植物も隅に植えることができます。こう下から根が出てね、時々こうプチプチっと取りながら成長させているんですけど、これは夏場はよく水飲んで、冬場はこう乾燥気味に育てます。これ根が大きいから割れちゃうので、炭がね、でこういう風にソフトワイヤーで縛って、もう炭の隙間から根が出てもいいので、こう縛ることによってまたこのままの維持を保つことができます。あと私の好きな、これもちょっと湿度がになってきたからちょっと閉じ気味になってきたけど、眠る木として有名なネムの木の、これはペ
ガーフレッシュですね。みんなすごく人気で、観葉植物好きな人はお家にあると思うんですけど、これも水をよく飲むので、少し水を張ってで時々こうクリップでこれ全体に水もあげながら湯にするとすごく丈夫に育ちます。大きくなりすぎたらあとは切って挿し木にしたらいいと思います。あとはいろいろあるんですけど、この多肉もとてもかわいい多肉も向いてますね。だいたいただ多肉はお水があまりいらないので、しっかりお水あげた後はこういうふうに土の上にね置いて、カラカラにして水が多肉の葉っぱがシワシワになるまでギリギリまで乾燥させて、あとは時々水あげての感覚でおしゃれに。ただこれはとても光を必要とするので、こういう感じの LED ライトですね。こういうものをお家の中でね使いながら育てた方がきれいに育ちます。誇張せずに。はい。あとはあるんですけど、こちらの器で乾燥気味に育てて、カラカラになったらまたあとドボーンと、基本どれも観葉植物は時々出してあげないと、緩急入れた水の与え方をしないと根腐れしやすいし、樹液の濃度が薄まって病気になりやすいので、時々ギリギリまで乾燥させてあげた方がいいです。で、あとこれちょっとチャレンジして種のなる木植えてみています。これはですね、多肉もそうなんですけど、多肉はちょっと炭だけではなくて少しだけ赤玉なんか土を入れて育ててます。ちょっといろいろ炭だけじゃうまくいかなかったので、多肉に関してはちょっと別扱いで育ててます。特にこれは乾燥気味に育てますね。日本ので使われている小麦ですね。ちょっと水を濡らしているのはちょっとスミプランツ用にちょっと湿らせた状態で作るためちょっと濡れてますけど、通常はこんな風に傷つけて使わないんですけどね。これは切ると菊の模様、こんな風に断面が菊の模様になって、これがお茶の席で使われている時に灰がこのまま残ってそれをめでるっていう日本のお茶の文化があります。そういう日本のお茶の文化とともに炭は成長したので、美しい炭が自慢の日本の炭ですね。使っている炭は小さく切ってここに穴を開けて植え付けるので、どこでも簡単に手軽に飾れて、それも炭自体が芸術的な形をしているので、お部屋のインテリアにとても適しています。あと炭は通気性があって根に常に空気を送り込んで根の状態成長にとてもいいのと、あと水性があるのでこんな風に水から出しても一時水が含まれて炭はね湿ってるので、水性がまた水をよく飲む植物には適しています。あと乾燥もするのでね、置いといてこのまま置いといたら乾燥をカラカラにするので、
こういう多肉植物にも適しています。だから水をよく飲むのにはこういうふうにぽっちゃんとつけたままで、乾燥をよく好む植物はこうそのままお皿の上で楽しむことができる、ある二面性を兼ね備えた育て方がスミプランツのまた魅力の一つでもあります。いろいろ今回はスミプランツについて説明をしましたけど、今後はいろいろスミプランツのお手入れの仕方、あとちょっと植え付けのテクニックなども動画で紹介しようと思います。今私たちがスミプランツを広めるために自分で好きな植物を植えたいっていう人に向けてこういう冊子を、電子書籍を販売しております。いろいろ内容を充実したものにしていますので、興味のある方はぜひホームページで検索してみてください。日本の墨は海外の方にも人気なので、英語版の電子書籍も販売しています。墨の穴の開けた方とからあと材料までいろいろ説明してるんですけど、このように墨が立派な墨が手に入らなかったり、穴が上手にうまく自分で開けれない方には、私たちがちょっと販売している墨を買っていただけると楽にスミプランツが作れます。それもホームページ、スミプランツのホームページから購入していただくことができます。スミプランツの紹介をしましたが、次回はこのスミプランツのお世話の仕方、維持の仕方を YouTube で配信したいと思います。